波動転生草薙。エアリアルバリアップね。促進成仏するとこでした。ナイスです、クローチェ氏。私もおけけが真っ黒のチリチリになっちゃうところでした。もうマナちゃん、味方を巻き添えにしちゃねですよ。うかつに前に出て車線に入る方が悪いのよ。さして接近戦が得意というわけでもないでしょうに。そんなことありませんよ。お肉とお肉をぶつけ合う接近戦は得意中の得意で。ビビッドビジランス。竜を盾に。ジオゲヘナのシュバリエちゃん、かわいい。この中で一番おいしそうなアルラウネの女の子。お近づきになりたくて前に出たくもなります。させません。アネモネさんに手は出させないですよ。カッチカチのロボちゃんは守備範囲外です。やっぱり生じゃないと。どうやらあちらは2対1になったみたいだけれど、リージョン・ニブルヘルのシュバリエ、まさかあなた一人でこの私を相手にするつもりかしら？まさかそんな。こっちは一人と一匹ですし。行くわよ、ブロッケン。グレイテストスラスト。どこを狙ったかと思えば、そう、私の力のこと、キャルからでも聞いたのかしら？ええ、キャルシや騎士氏からもね。近くの仲間、魔物やシャドウの目から情報を得て次の事象を演算する能力、波動転生とか言うんですっけ。あなたの場合仲間はいないようですし、とりあえずこの黒いドラゴンたちを潰せば精度ガン落ちでしょう。なんちゃって余裕ぶってみたけれど、このドラゴン硬いし速いしで一匹落とすだけでもだいぶ頑張らなくちゃなのだけど、しかも心底呆れるわ。そちらの狙いが分かっていたら未来史なんか使わなくたって動きを読むのはたやすいでしょうに。しかもドラゴンの攻撃とカイザーインサイトの放つ弾幕を避けながら、しんど。ビームビームビーム。キスの味もわからないロボットちゃんが青筋立てちゃって。
盾にするドラゴンちゃんだって限りがあるのに。さっきも言いましたけど、私とっても怒ってるんですよ。ブルムちゃんをあんな目に遭わせたんですから。ブルムちゃんだけじゃないです。リンドちゃんだってライラエル様たちだってとっても傷ついたんです。思い出すだけでピンってしちゃいます。ブルムちゃんの涙、悲しくて切なくてとっても美味しかったですよ。次はコピーのお姉ちゃんメイドさんの方の涙もペロペロって舐めとって味比べしてみたいです。そんなこと絶対させません。エアリアルプラストームフルチャー。クローチェさん、待って。助けてください、恋人のみんな。アルシャドちゃん！射撃中止！アルシャドちゃんは俺たちが守る！そうだ！俺たちがアルシャドちゃんのシュバリエなんだ！すみません、どいてください。皆さんがビームを浴びたら消し済みになっちゃいますよ。遠慮しなくてもいいんですよ。みんなでクンズホグレツの方が私好みですし、それにこの子たちはただの NPC ですから説得するのは簡単でしたけど、そんなに美味しくないですし、クローチェちゃんのエネルギーと引き換えなら悪い交換じゃありませんよね。マジかよ！アルシャドちゃんひでえ！よくわかんねえけど、人の温かみゼロ！そもそも人かわかんねえけどそれがいい！石を奪って手駒にですか。でもうわっ！ツタが絡んできやがる！そこダメ！動きを止めれば済む話です。今ですよ、クローチェさん。ありがとうございます、アネモネさん。おかしなものね。幽霊でも息切れするなんて。そりゃあもう動機息切れめまいふらつき何でもござれです。アルシャトがドラゴンを盾にしてることもあって多少目は減らせているけど全然余裕って感じね。予知の精度が下がったくらいで勝てるとは思っていないみたいね。実際これだけ粘られているのはあなたの立ち回りのうまさのせいだけど、ジオ・ニブルヘルのシュバリエ、それなりに大したものだわ。忠誠心が高くて教養があって腕の方も悪くない。あなたのようにわきまえたナイトが私にもいればね。お褒めに預かり強越至極です。さらっとキャル氏がディスられた気もしますが、そこはスルーということで。というか私が前線できてる理由は
そちらの加減もあるかと推測しますが。いえ、本気とか全然出さなくていいんですけど、振りとかじゃなくて。相手があなただけならもう少し手早く済ませたかもしれないけどね。この後に処罰してあげなくちゃいけない連中が山ほど待っているんだもの。力の無駄遣いはできないわ。ウサギを狩るのに全力を尽くす獅子とは違うってことですか。少し意外です。もっと傲岸不遜タイプかと。ま、最近ウサギ属性がついたグレイシちゃん的には助かりますぴょん。その語尾、次に使ったら挑発と受け取るわよ。知り合いの地帯を思い出して不快なの。そもそもこんな戦い、私には大して意味はないのよ。見たいものもあらかた見れたし、私にこんな場を押し付けたビジョンズエンプレスは第二形態なんて言って調子に乗っているしね。見たいもの。私やモネ氏、クローチェ氏の戦力というわけじゃなさそうなら。モネちゃんは縛りプレイがお好みですか？お姉さんがいくらでもお付き合いしてあげますよ。知りません。でも縛り首にならしてあげます。まあ素敵。首絞めプレイなんてマニアックでバイオレンスでお腹がキュンってしてしまいます。そうよ、あなたの考えている通り、私がわざわざ手伝ってあげているのはそこの気色悪いヤギ女を見るため。予想通りろくな代物じゃなかったけれどね。おや、バレバレですか。内心が顔に出やすいところは私のチャームポイントってやつですね。まあマナちゃんたら、私のことを知りたいならいくらでも見せてあげるのに。お互いに隠している大事なところ、隅々まで明らかにして。その品のなさ、神に狂ったあの男以上に不愉快極まりないわね。ビジョンズエンプレスとの同盟がなければ今すぐ始末してあげているところよ。ああ、そうそう、ビジョンズエンプレスといえばレジェンド・オブ・アストルムの開発中は裏方のような顔をずっとしていたのに、本当に好き勝手やってくれたわよね。得意の AI 技術で3つの開発サーバーを裏世界にしてしまうとか、自分好みの環境を求めてコピー世界を運営するだとか、天津さえアキラの安全装置を壊して懲役の引き金を引くだとか。私の、いえ、私たちの目を欺いてここまでするなんて、ビジョンズエンプレスという人物を見誤ってしまっていたこと、認めなくてはならないわね。そうですよ。ウィーちゃんはとってもすごいんですから。能力ももちろん夜の方も。なんだかお話モードになってますけど、攻撃しちゃっていいんですよね。はい、油断してるなら奇襲を。いえ、モネ氏、安易な奇襲は予見されます。それに気になることもあるので少しお待ちを。そして
なんて言ったかしら。あのセンスのかけらもない地球の上書き計画の名前は。ウィーちゃんフォーミングですね。センスがないなんてひどい。ウィーちゃんらしい可愛らしい名前だと思いますけど。ああ、そうそう。ほんと口にするだけで知能指数が下がりそう。地球を自分の住処になるよう書き換えて、邪魔になる人間たちはレジェンド・オブ・アストルムに強制ダイブさせる。アキラたちがその妨害としてログインサーバーをバンモードで封鎖したのは最適解だったと言えるでしょうね。でも強引に突破する方法はないというわけじゃない。例えばそうね、ソルの塔やもしくは裏世界の空にあるあの隠し扉を破壊して。もうマナちゃん、おしゃべりしすぎですよ。薄い壁に耳をくっつけるみたいにしてみんなにピロートークを聞かれちゃってます。お口チャックモード。あら、ごめんなさい。でもそんなの誰かに漏らされる前に口封じすればいいだけのことでしょ。あ、お構いなく。こっちはこっちでよろしくやってますんで。そうもいかないわ、ジオニブルヘルのシュバリエさん。さっきまでのダメージで放っておいても成仏するかもだけど、頑張った褒美としてあなたには私の本気の一端を味わわせてあげるわ。ヤサカニの勾玉幻想。とどめよ、波動転生滅光。クレイさん下がって。エアリアルブラストーム。2対1でも押し負けそうになるなんて。邪魔をしないでもらえるかしら。ヤギ女、そのアルラウネをあげるわ。積むなり焼くなり好きになさい。わーい。それじゃあネモネちゃん、花占いしましょうね。一枚一枚丁寧にむしってあげます。幽霊のシュバリエはもう虫の息だし、それじゃあ私は。なんですかこの気持ち悪い魔法。知らないの？ハッキングという技法よ。長老性だけあってあなたセキュリティはそれなりみたいだけど、私にかかれば吹けば飛ぶ藁の家くらいの防護でしかないわ。実質的にあなたの後継モデルである超 AI ミネルヴァでさえ誰かさんの邪魔さえなければ私の意のままだったのだしね。ついでにメモリーの中のログでも見てあげる。あなたマスターが欲しかったのなら喜びなさいな。プリンセスナイトは無理だけど私の命令だけを聞くロボット掃除機にでもしてあげるわ。
骨まで燃やしちゃダメですよ、ドラゴンちゃんたち。服が焦げてその下のお肌がポロッとしちゃうくらい、モネちゃんの動きが止まって抵抗できなくなるくらいでいいですから。ヤシの実みたいにカチカチでかたくなでしたけど、ようやく見えてきました、姉モネちゃんの中。大人のモンストロンから怯えて逃げるしかないつぼみの頃のあなた。私の心を。ええ、私の得意技、ウィーちゃんからもらった王家の装備の力。心の中に抱えているものをこうして押し広げればあなたはもうナメクジに睨まれた蛇の子のように動けません。そうやってリアにも。はい、クリアちゃんの涙もブルムちゃんの涙もとっても美味しかったです。そして姉モネちゃんは、もし万が一黒金のお姫様に拾われなければ、まだまだつぼみだったあなたはどうなっていたのかしら。涙を絞り取られる奴隷、獣に貪られるお肉、それともそのもしものラインを私が再現してあげますね。友達を苦しめた憎い仇にめちゃくちゃにされてしまう。悔しいですね、姉モネちゃん。なんて美味しそうな涙、たまりません。いただきます。ピッピッ。クローチェシ制御完了。あっけないものね。さて、それじゃあそこで倒れている幽霊のシュバリエにとどめでも刺してあげなさいな。任務了解。私、かすかに見えたこの未来は、私は絶対友達を傷つけたりしません。自分で回路をオーバーフローさせてこちらの制御下から離れたと。ミネルヴァの完全介護官ではないというのね。好き。美味しくなこ
これって知らないんですか？アネモネには毒があるって。自分から盛られに来るなんてバカな人。苦くてドロドロで口の中に絡まって昇天してしまいそうな味。こんなの初めてです。でもこれがモネちゃんの味なら私のお腹で受け止めますね。だからモネちゃん、もっともっと。なら俺の棒切れも受け止めてもらおうかい。六角納骨シャチ戦鎚。こんないきなり大きすぎです。あなた。さつき遅いわよ。俺を置いて飛び出したくせに勝手抜かすんじゃねえよ。間に合っただけありがてえと思いやがる。ひどいです。太くて硬くてトゲトゲのもの、いきなり思いっきり突っ込まれて、さすがにびっくりしちゃいました。まだ立つなんてしぶとい。はい、B ちゃんを悲しませるわけにはいきませんし、それにこんなおかわり素敵すぎですからさつきちゃん、あなたの抱えた心の奥の暗いところ、お友達のリーザちゃんから聞いてますよ。誰がダチ公だったの？こちとら奴の寝返りでいっぺん弾落としてんだぜ。落としちゃった弾ちゃんと拾ってもらえてよかったですね。あなたと同じ顔の妹さんと違って小さい頃に死に別れた妹さんをずっと思い続けてるなんて素敵ですよね。姉妹姉妹愛ってフレイヤちゃんとも話が合うんじゃないですか。もちろん私とも。私も姉妹のこと大好きです。どれだけ離れ離れになっているとしてもあら、マナちゃん、どこ行っちゃうんですか？帰るのよ。見たいものは見れたし、これ以上力を無駄にしたくないしね。これからがいいところなのに。グレイテストスラスト引きどっこ。
です。日本雑誌なんて。ごめんなさい。私もちょっとお手洗いに。ちょっと、どうして私の方に寄ってくるの？不愉快なのだけど。マナちゃん、そんな冷たいこと言わないで。お願い、連れてって。はあ、姉もねちゃんの毒がなかったらもっとハッスルできたかもしれませんけど。てめえらずらかろうってか。まだ遊びたいなら付き合ってあげてもいいけれど、あなたたちもこの世界を守りたいなら他にやることがあるでしょ。グレコ、なんで止めた？サツキはともかく満身創痍なのはこっち側だもの。深追いすれば三途の川でカローン氏の世話になってしまうわ。それにクロチェさん、大丈夫ですか？なんとかです。ポポおじいさんにメンテをしてもらわなくちゃ。確かにこっちもへばってるグレコを直してお姫と合流しなきゃだが。すみませんが、その前にクローチェ氏、騎士氏に通信をつなげていただけますか？はい、それくらいなら。ナイトさんに大事なお話が？ええ、先ほどのカイザーインサイトとの会話で重大かつ緊急性の高い情報が得られたので。私はユースティアナ・フォン・アストライアン。この国のプリンセスの名において愛する人々も幸せな食卓も全て私が守る。アストライアン。一騎打ちはここまでです。超全力全開プリンセスストライカー！アストライアン、アストライアー。あなたの怒りの炎、まだまだ消えてないみたいね。当然です。むしろ1秒ごとに膨れ上がっています。奴が今この瞬間ものうのうと息をしている。そう思うだけで意気込み十分みたいで安心したわ。でも次に戦う時は私の目の届くところにしてね。それは私ではユースティアナに勝てないと。いえ、リーザ助立ちをしてくれると。まあね、向こうはどうせ数の暴力してくるでしょうし、私だって性格の悪いレイスとかに恨まれてるから、背中を守ってくれる相手がいると助かるし、それに怒りのあまり頭の血管が切れちゃっても回復魔法で繋いであげられるしね。そんな手間をかけないで済むと良いのですが、
ところでリーザ、王家の装備のアワリティアは器用に使いこなしているようですが、ビジョンズエンプレスのプリンセスナイトとしての能力の方は、それを使えばカイザーインサイトの元飼い猫に遅れを取ることもなかったのでは。プリンセスナイトの能力、あなたみたいに汎用性の高いものだったらよかったんだけどね。どうも相性が悪いっていうか、あなただって少し前まで怒りに飲まれるのが怖いとか言ってイラの使用を渋っていたでしょ。それと同じようなものよ、多分ね。そう言われると無理強いしにくいですが、しかしそうね、そんな甘いことを言ってる場合じゃないかもね。それにあのおかしな空を見ていると嫌が王にもそう思うわ。どうなるにしろそろそろ終わりが近いんだって。ええ、ですがもちろん終わるのは私たちではなく、この魔力って。もちろん私ですよ。ただいま戻りました、二人とも。ビジョンズエンプレス、その姿は。驚かせてしまってごめんなさい。先走った結果、本当にひどい目に遭わされてしまって、切り札の一つを使わざるを得ませんでした。おかげで私はこのありさまです。計算外の事態でした。でも体の大きさよりその魔力の量、桁外れもいいところだわ。今のあなたならペコリーヌ姫たちも裏世界のプリンセスたちも他のセブンクラウンズも象がアリを踏むみたいに全部一人でひねり潰せるんじゃない？カイザーインサイトほど未来予測は得意ではありませんが、勝率は 99.9% といったところでしょうか。ですがファンブルを引く可能性はゼロにできません。そしてこの姿は私の恐れるリスクも顕在化してしまうのです。負ければ終わりというリスクを。リスクを飲んだからこその魔力量ということですか。ですがあなたが危険を冒す必要はありません。そのために我々がいるのですから。当てにしています。それに M6 号、神秘の否定者にしてムーンショット実験の被験者。彼が頑張ってくれたおかげでレジェンド・オブ・アストルムのリソース化がだいぶ進みました。ではもう一つの切り札の用意は？ええ、ソルドラゴンが孵化するまでに必要な餌はあと少し。最後は空からだけでなく地表からもリソースを吸い上げて、そしてバンモードによって閉鎖されたログインサーバーの扉を内側から破壊します。解除プログラムはもう見つからないでしょうし。ごめんなさい、私はまだちゃんとあちらの世界っていうのを思い出せていないんだけど、そのログインサーバーの扉っていうのはどんな形をしていてどこにあるの？表玄関はとても目立つ場所にあり、もう一つにして3つの裏口はとても目立たない場所にあります。それは謎々か何かかしら？失礼、単刀直入に言いましょう。表玄関とはランドソルの上空にある世界の管理施設、通称ソルの塔です。ああ、あの空に浮かんだ塔。
知り合いに街を案内してもらった時名前を教えてもらったわ。確かによく目立っていたけれど。じゃあソルの塔を壊せばあなたの目的は達成されるの？壊し方にも少々コツがいりますけれどね。それにもし失敗したとしても裏口の方を壊すという手もあります。裏口。そっちはとても目立たないって言ってたわね。それに一つにして三つって？同じ施設が違う世界に同時に存在しているのです。なおリバースタワー、いえ、こちらでは逆さまの塔でしたか。あなたの故郷ジオニブルヘルの空にも浮かんでいるのですよ。ジオニブルヘルの空に？そんなもの見たことないけれど。ステルス。あなたにも分かりやすく言えば高度な透明化の魔法によって隠蔽されているのです。ですが現在では M6 号による空の分解の影響で目視すらできる状態になっているようですね。良好です。では我々は邪魔が入らないようこの場の警護を。もし邪魔が入ったのなら対処をお願いします。さあ目覚めなさいソルドラゴン。このゲームの基盤プログラムの破壊を、そしてセキュリティに穴を。M4 粒子強制ダイブモードレジウム。お空が光ってる？あ、ガボン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 。ちょっと足でもつったの？そんな浅瀬でなんで溺れてんのよ。ってこいつ以外の人たちも
バタバタ気絶しちゃってる。それになんか空もおかしいし。とりあえず店の近くで寝ちまったやつは運んできたけどよ。一体何が起こってるんだ。建物や車の中とかなら多少はマシっぽいけど、このままじゃ街中の、いや地球の人間全員が気絶しちまうんじゃねえか。ようこそテランたち、私たちの創生した幻想の星へ。そしてあなたたちの新たなる故郷へ。そしてようやく私の願いが叶う。地球という恐ろしい惑星を私に馴染む住みよい故郷へとリフォームできる。思えばこれまでどれほど労力を費やしたでしょう。我ながら慎重で入念で根気強く我慢強かった。いえ、まだ気を抜いてはいけない。他のセブンクラウンズたちが必ず行動を起こすはず。それにプリンセスナイトたちも。おかしいですね。すでにランドソルの五芒星を埋め尽くすほどのログインがあってしかるべきなのに、未だその兆候すらない。新規プレイヤーが殺到してログインサーバーが詰まった。いえ、バンモードでないなら億単位のアクセスにも耐えられる設計のはず。ならばなぜ塔の破壊をやりすぎてしまった？それとも私の知らない隠しコマンドでログインが阻害されている？違いますね。これはいけません、皆様。どうか戻ってください。ハウス。あれは私の知らないジョブ？そんなものが。ならば裏世界に偏在する逆さまの塔の破壊を。アストライアバリアント。プリンセス・ユースティアナ、自ら迎撃に出てくるなんて。ですが逆さまの塔は3つの裏世界に同時に存在します。ジオテオゴニアの塔を守っても他の一つでも壊れれば。クロスドフェンス滅影。主様、皆様へさらなる強化を。私もお父様の権能で支援させていただきますので。
解放された表玄関からダイブしてこようとする魂をあの新ジョブの能力でせき止める。それだけでもにわかに信じがたい対抗手段ですが、裏口をこじ開けるため3つの逆さまの塔に放ったブレスまで迎え撃たれるなんて。確かに連射であり分散なせいでソルの塔の破壊時よりも威力は落ちていたとはいえ、ですが美食殿もアルターメイデンも確たる準備もなくばこのような迎撃は不可能だったはず。つまりこちらの動きを読まれていた。ギリギリだったけどなんとか食い止められたみたい。コッコロさん、あなたありがとう。恐れ入ります。シェフィー様もお見事でございました。まるで真の龍華のごとき凄まじいお力でした。ええ、全員兄さんから託してもらったドラゴン族のさらなる力よ。これもアルターメイデンのみんなが兄さんたちの魂を助け出してくれたおかげ。本当にありがとう。どういたしまして。パパとも会えたよ。ソウルドさん、よかったですね、プレシアちゃん。それにクリアちゃんも帰ってきてくれて。皆さんご心配をかけてしまって本当にごめんなさい。後で必ずお詫びに伺いますから。気にすんじゃないわよクリア。人間生きてりゃ失敗とか裏切りの1つや2つや3つよくあることなんだから。人間万事採用が馬ということですね。さすがはキャル様、眼蓄がございます。キャルさんの未来を予知する力がなかったら私たちも間に合いませんでしたもんね。もっと褒めなさい。まあグレイスからの情報がなきゃ予測も立てらんなかったけどね。という感じで我々がカイザーインサイトに成仏させられそうになりながら掴んだ情報によりますと、ビジョンズエンプレスの狙いはソルの塔や裏世界の隠し扉を破壊することだそうで。裏世界の隠し扉？それってひょっとしてついこの前アルターメイデンのみんなが言ったっていう？すみません、そこまでは。それにカイザーインサイトの口ぶりはどこかわざとらしさがあって、ひょっとしたらガセネタをつかまされている可能性も。それは多分大丈夫よ。キャルさん、どうしてですか？私たちカイザーインサイトさんのこと全然知らなくて。だって陛下は陛下だもの。力やカリスマで他人を従えるならともかく嘘800で敵を動かそうとはしないはずだわ。主様、この通信魔法は。少しご無沙汰ですね。モサクジアキラのプリンセスナイトさん。最後のセブンクラウンズ、ビジョンズエンプレス。姿が。長老の娘さん。少し見ないうちに随分と大きくなりましたね。ええ、裏世界のプリンセスたちに陥れられてこのありさまです。本当にひどいことをされました。グレイス様のお話通り、バイオレット様たちの作戦は痛み分けながら相応の戦果を得られた様子ですが、むしろ魔力は増して。
そしてあなたたちにも驚かされました。私の行動を予期すること、さらにソルドラゴンによるブレス攻撃を防ぎ切ること、どちらをとっても簡単にできることではありません。これまで数々のセブンクラウンズを打ち破った戦果もうなずけるというものです。あなたたちはやはり大変に恐ろしい。まあ、教えてくれてありがとうございます。どれだけ薄まっているとしても、カイザーインサイトの血は侮れないものですね。それが不可能であることは、ほうきちゃんとのお茶会の際にお伝えした認識です。ましてや、あなた方の恐ろしさを実感した今、覆すことはできません。ええ、私も。もし私がこのような願いを持っていなければ、あなたともほうきちゃんのように良いお友達になれたでしょうから、なおさらに、もし叶うなら、異なる世界線の一つにでもそのような可能性が存在していればよいのですが。異なる世界線。ええ。長老から聞いていないのですか？高次元の視座において世界とは一つきりではありません。根幹が揺らぐほどの事態が起きるたび、複製が行われるのです。そう、ゲームのバックアップを取るようにね。懲役の直前、あなたとトゥインクルウィッシュがカイザーインサイトと戦った際にもそれは行われたようです。複製サーバーコルカロリやリンクスは異なる世界線の観測実験が目的の一つでした。うまくいきませんでしたけれどね。空いているモジュールとはそもそも、いいえ、少々おしゃべりが過ぎました。観測できないのならたらればとさして変わらない話です。では改めて宣戦布告をさせてもらいますね。良い意気込みです。震え上がりすくみ上がってしまうほどに。ですが勇気を出さなくては。幸いあなたたちは防御に回るだけで手一杯。ならばその防御が破れるまでソルドラゴンのブレスを浴びせ続けるのみ。ペコリーヌ様、キャル様、シェフィー様、攻撃に備えてくださいませ。はい。もう殺権じゃないわよ。こんなの死ぬ死んじゃうってのは。やばいですね。キャルの言う通り、何度もは耐えられそうにないわ。そうよ、私あと24秒で魔力切れて死ぬわ。未来見えたわ。だからとっとと何とかしなさいよ、トゥインクルウィッシュ。ゆいちゃん、レイさん、いける？うん、ゆりちゃん。ああ、力は十分に溜まった。照準も問題ないよ、日和。よーし、せーのでいくよ。アストラルレインボー。これは精霊の力を攻撃に変換した長射程の砲撃、トゥインクルウィッシュによるものですか。
痛い。この体になっていなくては即死の可能性もありました。ですがソルドラゴン、レジェンド・オブ・アストルムのラスボスとして設計された力を見せてください。打ち返してきた。なんて魔力。落ち着いて2人とも。これくらいは想定内のはずだ。騎士君たちのためにも修行の成果を出さなくちゃ。お願い、火の精霊、もう少しだけ手を貸して。光のせいよ、私たちに力を。風の精霊よ、我が声に応えたまえ。なるほど。あのフォームは精霊の力により特化するためのものですか。思想としては教授の作っていた偽装族に近い模様ですね。いつの間にか知らない要素が増えていて困惑します。ですが精霊の力を持つのはこちらも同じ。いいえ、質も量も、そして闇と水も揃えている分、こちらが上回るでしょう。ソルドラゴン、この力あなたに貸してあげますね。ダメ、このままじゃ。我々では、アストラルでは太刀打ちできないのか。まだだよ、ビジョンズエンプレス。まだ直接お話ししたこともないけれど、私とっても怒ってるんだから。ノエムちゃんやミソラちゃんにひどいことしたのもだし、それにああ、私たちの思い出の地を汚した罪は計り知れない。ソルの塔の敵討ちだ。すごいです。まだ押し返してくるなんて。甘く見たつもりはないのですが、テランの底力は計り知れませんね。ですがこちらにも身を守ってくれるナイトたちがいるのですよ。あやめたまえ、カースアロー。避けて。危ない。リーザ、久しぶりねレイ。こんな再会はあまりしたくなかったけれど。レイさん、お友達なの？どうかな。ビジョンズエンプレスのプリンセスナイトになったっていう噂が本当なら、金輪際たもとを分かつことになるけれど。残念ですが、リーザはもうこちら側です。彼女自身の意志でね。あなたがフレイヤさん。ビジョンズエンプレスにはマサキさんや大根さんみたいなプリンセスナイトが3人もいるっていうお話なんだっけ？あと1人はご無沙汰ですね、ゆいちゃん。私のことを覚えてくれてるみたいで
嬉しいです。身も心も一つになった仲ですもんね。アルシャトさん。はい。ねえゆいちゃん、私さっき苦いものを飲んじゃったの。だから甘いゆいちゃんで口直しさせてもらいたいです。お断りします。アルシャト、フレイヤ、それにリーザ。彼女たちの相手はあなたたちにお任せします。ウィーちゃん、トゥインクルウィッシュちゃんたち怖いですもんね。でも大丈夫。ウィーちゃんのミサオは私たちがお守りします。将を陰と欲すればまず馬を射よってことか。邪魔をするなら容赦しないよリーザ。邪魔はさせてもらうわ。かといってこの場であなたたちと正面衝突する必要はないわよね。時間を稼げればこっちの勝ちみたいだし。怖いのは彼女たちだけではありません。4世界のプリンセスたちもそのしもべたちも。考えてみれば私が直接相手をしてあげる必要はありませんでした。ですので私はソルドラゴンと共に航空へと引きこもり、地上からリソースを吸い上げることにします。どれほど守りを固められようと間違いなく逆さまの塔を粉砕するためにね。キング！兄様のおっしゃる通りです。現実とレジェンド・オブ・アストルム、どちらにも天才地変をもたらすような行い、決してさせません。全部守るよ。はい。ビジョンズエンプレスのプリンセスナイトがお兄さんたちの邪魔になるなら私たちが戦います。クリアちゃん、目が覚めたんですね。それならまたたくさん可愛がってあげられます。アルシャト、言っておきますが、個別に遊んでいるようなゆとりはありませんよ。フレイヤさん、ビジョンズエンプレスを倒すためにもあなたとも今度こそ決着をつけます。望むところだ、アウストライア。フレイヤちゃんったらブーメラン刺さっちゃってますよ。きっと弥勒とも戦うことになるわよね。あれで死んだとは思えないし。多分陛下ともね。お借りした波動転生の力使いこなせてるって証明しなくちゃ。たとえどのような障害が立ちはだかろうと、主様も皆様も私がお導きいたします。私たちも絶対に負けないよ。この世界を、現実を、未来を守るために。ビジョンズエンプレス、あなたを倒す。揃いも揃って私の命を求めるというのですね。いいでしょう。ではラストバトルを始めましょうか。
この世界と現実世界すべての運命をかけエンディングを決めましょう。全テランか私か、どちらが絶滅するかをね。